ツボツボのステータス解説。ジャスパルと申します。連発スキルウィークボリューム3で新登場となったツボツボのステータスが判明したようなので、皆さんと一緒に確認しつつ解説考察していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどはあるかもしれません。補足訂正ありましたら概要欄コメント欄にて追記いたします。ご了承ください。またこの動画制作段階では木の実ジュースの獲得率は明らかになっておりませんので、そちらもご了承ください。言うてもね、スキルウィーク中にそれなりのサンプルが取れるんじゃないかなとは思うので、検証されている方々のツボツボたちに期待したいなと思います。ってことで、そんな木の実ジュースが大注目のツボツボ、私の予想をはるかに超えてくるそんなステータスでした。それでは参ります。ということで、ツボツボ虫タイプのスキルが得意なポケモンでした。ここは大方の予想通りでありましょう。スキルウィークで新登場となる新スキルを携えたポケモンなので、スキル得意もせやろなといったところかなと思います。しかし私の予想と全く違っていたのがこちら。メインスキル木の実ジュース元気オール S の元気回復量5、7、9、11、15、18。皆様この数字に見覚えありませんでしょうか？そうなんですよ。なんと通常の元気オールと全く同じということで、このツボツボの新スキル、普通のヒーラーの使用感に木の実ジュースというおまけがついてくる、そんな破格のスペックとなっていました。じゃあスキルの期待値が低いんじゃないかと思われたんじゃないかなと思うんですが、それがどうやらそんなこともないみたいなので、もしかするとこのツボツボ最強ヒーラーの座を奪っていく可能性も秘めてるんじゃないかなと思います。最終的には木の実ジュースの獲得率次第になるんですが、ツボツボゲットしづらくてメインスキルの種もたくさん必要な無進化スキル得意だからこそなのか、しっかりとサーナイトやパーモットなどポケモンスリープのトップオブトップと言ってもいい環境ポケモンたちに真っ向から立ち向かえるだけの能力備えていそうです。彼はね、無課金プレイヤーなので、無課金の方々においそれと無進化スキル得意をおすすめできるとは今はまだちょっと言えないんですけれども、とりあえずね、サブレに課金できる方でヒーラーを探されている方はツボツボ全員狙ってみてください。ってことでね、具体的な能力確認していきましょう。改めまして、ツボツボ虫タイプのスキルが得意なポケモンです。原作だと虫岩タイプのツボツボなんですが、ポケモンスリープだと虫タイプになっております。石住まいだったりツボツボも生物の部分は虫でしょうからね、虫タイプも納得ではあります。そして基礎お手伝いスピードは60分3600秒ということで、かなり遅いです。しかしながら本家ポケモンにおける素早さ種族値は5ということで、カビゴンの進化前ゴンベだったりナマコブシと並んでポケモン界では最も遅いポケモンの一体なので、それを考えるとかなり頑張ってくれてるんじゃないかなと思います。なお虫タイプのスキル得意としては同じく譲渡出身のヘラクロスがいるんですが、あちらは38分20秒2300秒ということで20分以上差があるんですよね。っていうのもポケモンスリープにおける虫タイプの集める木の実ラムの実は1個あたりのエナジーが低く、飛行タイプのシーヤの実と並んで最低値になるので、これまでの虫タイプって足が速くなるデザインになりがちだったんですよね。しかしながら2800秒のクワガノン、3200秒のイワパレスが登場しまして、クワガノンは食材の能力に大きく長けたポケモン、イワパレスはスキルと食材の能力に長けたポケモンってことで、木の実の能力を大幅に削って得意な部分をより伸ばすっていうね、そんなデザインのポケモンたちも昨今数多く登場している印象です。で、このツボツボはこの遅さで木の実エナジー最低ってことで、木の実の能力に関してはマジのガチの最低クラスであるということが示されています。それすなわち他の能力に強さが割かれているだろうということでもあるので、まずこの遅さめちゃくちゃ期待できるものとなってるんじゃないかなと思います。そんなお手伝いスピード3600秒でした。続いて集める食材。第1食材ピュアなオイル、第2食材目覚ましコーヒー、第3食材甘い蜜となっているようです。予想が当たった方いらっしゃいましたでしょうか？結構当てるの難しそうなラインナップだなと思いました。
こう岩パレスが木の実の能力を大きく削る代わりにアボカドを集められて食材の能力も相当高いっていうね、そんなデザインだったので、つぼつぼも足が遅い分食材に特徴あるのかもなって考えてはいたんですが、オイル、コーヒー、蜜ってことで、まあ第二食材コーヒー2つなんかは悪くないエナジーではあるんですけど、さすがに岩パレスくらい強いということはなさそうですかね。まあそれはつまりスキルの能力が高いんじゃないかということではあるんですが、まずヒーラーの食材って結構重要な要素があると思っていて、一応ね、オイルと蜜ってプクリンが集められるんですが、コーヒーも含めてそれなりにヒーラーとしては独自性のある食材になっているのかなとは思います。まあ虫タイプ的にはね、岩パレスもオイルを集められますし、クワガノンがコーヒー、あといろんなポケモンが蜜を集めるってことで、まあ虫タイプっぽい食材ではあるのかと思います。まあばらけてる方がね、EX とかでは嬉しいような気もするんですけどね。で、食材に関してはオイルがグラタンの登場によってカレーでもだいぶ使えるようになったんですけど、キャンチケなしではグラタンって作るのが難しいので、最強料理にめちゃくちゃ口を出していけるっていう食材たちではないっていうのはね、何がしか念入りな調整の雰囲気を感じなくもないですね。まあほとんど言いがかりなんですけどね。動画の後半ではより詳しく食材の能力も見ていくつもりなので、一旦ね、めっちゃ強そうなわけではなさそうな食材、オイル、コーヒー、蜜でした。そして大注目のメインスキル、木の実ジュース元気オール S です。こちらお手伝いチームのポケモン全員の元気を回復します。時々さらに追加で木の実ジュースを獲得します。木の実ジュースはお手伝いポケモン1匹の元気を20回復する道具で、バッグに最大5個まで持てます。そしてすでに所持数がいっぱいの時にこの追加効果は発動しないよという感じになっているみたいです。ってことで、木の実ジュースがある分通常の元気オールよりも回復量低いのかなと思っていたら、最初にご覧いただいた通り通常の元気オール S と回復量変わらずということで、ここは私予想大外しでした。クレセリアの三日月の祈り元気オール S が元気回復量の少ない特殊スキルだったので、きっとツボツボも回復量は少ない調整になるんだろうなって思ってたんですが、もう使用感は他のヒーラーと変わらなそうな上に木の実ジュースの獲得まであるという、なかなかのとんでもスキルになっていそうです。木の実の能力は最低クラスで、食材の能力もまあそこそこそうってことで、ツボツボマジでスキル全振りにしてサーナイトたちと戦うために調整されていそうな雰囲気を感じますね。苦手な部分は超苦手なんだけど、得意なところはとことん強いっていう、本当に原作のツボツボさながらのステータスで、トリッキーな絡めてもふんだんに使って味方をサポートしていく、そういった能力がしっかりと再現されていそうだななんて感じました。で、木の実ジュースの獲得率に関して表記上では時々となっておりまして、これが何%かですよね。時々っていう表記では、ブラッキーの月の光がおよそ 50%、 デリバードのプレゼントがおよそ 34%、 クチートの怪力バサミがおよそ 17% ってことで、まあ6分の1か6分の2か6分の3かって感じでこれまで来ているんですけれども、果たしてどうなるでしょうかね。ホリデーで追加されたトゲデマルがスキルレベルに応じて追加効果の発動率が変わる仕様でもあったので、レベルによる差もあるのかどうか気になるところです。まあ特にね、注意書きもされていないので、スキルレベルによる獲得率の差はないかもしれませんね。ってなると、週末木の実ジュース備蓄も現実的なのかもしれません。まあ、とりあえずね、1週間くらいあればスキルレベル4の時の数値はなんとなく見えてくるんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。そんなメインスキル、木の実ジュース元気オール S でした。続いて最大所持数は16個でした。まあ足の遅さを考えるとこんなもんかという感じなんですが、決して多い部類ではないですね。寝ている間に所持数が溢れてしまうことも最低限起こっちゃいそうな、そんな最大所持数になっているので、ぜひとも育てる際はたくさん一緒に寝てお休みリボンをつけてあげてみてほしいなと思います。幸いヒーラーってそれなりに一緒に寝る機会が多くできるかなとは思うので、所持数系のサブスキルがなくとも気づいたらそれなりな所持数にはなってくれるかもしれませんね。最大所持数16個でした。そしてゲットするために必要なフレンドポイントは16ってことで、無進化ポケモンのいつものやつでしたね。まあこの能力ならそりゃそうだよなと納得している自分がいます。
無課金にはね、なかなかゲットできるポケモンではないんですが、マジでニュームーンデーで色違いとか、サマーフェスティバルで色違いとか、よろしくお願いします。ぜひとも徳を積んでおきましょう。皆さんもね、ぜひグッドボタンで徳を積んでいただけますと、人助けになりますのでよろしくお願いします。そんなフレンドポイント16でした。といったツボツボのステータスとなっております。いかがでしたでしょうか。いやー、予想は大外れだったんですけれども、ガチスキル特化のステータスになってるっぽいので、正直めちゃんこ期待できますね。本当にゲットできるかどうかはさておき、シンプルに元気オールにこう狙ったポケモンに 100% 当たる元気エールをストックした状態で所持できるみたいな能力がくっついているということなので、なんだろう、元気エールもこのタイプにしませんか本当にね、汎用性の高さはヒーラー随一となりそうだなと思うので、もう必須のポケモンというわけではないがとんでもなく強いっていう無進化ポケモンらしい立ち位置に落ち着きそうな雰囲気を感じますね。とりあえずステータスを見てみての皆様の感想はいかほどになりましたでしょうか。一旦ね、パルはめちゃくちゃ期待しているぞという感じです。さあ、ここからはね、ツボツボの能力をより深掘りしていきたいなと思います。いつもお世話になっておりますレノンクスポケスリ攻略ツールさんではすでに能力の分析が終わっているようで、計算ツールへの反映もお済みだったみたいなので、なんとなくの能力の比較もやっていきたいなと思います。ってことで、まずは食材確率とスキル確率、こんな感じになってるんだそうです。食材確率 20.5%、 スキル発動率 5.9% となっているみたいです。まずね、食材確率に関してはやっぱり高くはないので、食材の能力はそこそこといったところでしょうかね。このお手伝いスピードなので、そこまでは期待できないんじゃないかなと思います。岩パレスが特殊すぎるといったところでしょうか。で、スキル確率に関しては 5.9% ってことで、他のヒーラーたちが 4% ちょっととかなので 1.5 倍近くはあるんですけど、お手伝いスピードに圧倒的な差があるので、これもね、後ほどツールで比較してみましょう。一旦ね、トゲデマルのほっぺスリスリとは相性がいいと言っておきましょうかね。そもそも元気エールと元気オールを一緒に並べるタイミングはあるのかというところではあるんですけどね。ジュース集めなんかで使えるかもしれませんね。ってことで、果たしてツボツボのスキルの能力は他のヒーラーたちと比べてどんなものなのか、計算ツールで簡単な比較をしてみます。それがこちら。スキルの期待値をグラフで表したものです。表示されているポケモンたちはレベル60、性格サブスキル無補正の状態で、元気の設定現実的で1日に18回復 ×4 回を受けた状態、さらに睡眠時間9時間3食付きの想定となっております。で、ツボツボ、なんとパーモットとニンフィアの間ということで強い、ちゃんと戦えますね。さすがにシンプルなスキルの期待値ではサーナイトが最強の座を譲らなかったわけなんですが、ツボツボはこれに加えて木の実ジュースがあります。もしね、全員スキルレベル6だと仮定した時、1回の発動でざっくり元気90回復できるとして、ツボツボは木の実ジュースが1個でも手に入ればパーモットに勝ってしまう計算になりますし、木の実ジュースの汎用性を考えたらサーナイトより上と言っても差し支えない可能性すら感じてますね。こうスキル確率のサブスキルがない状態での1日の期待値が 3.23 回ってことで、木の実ジュースの獲得率が33% くらいあれば、もうね、最強ヒーラーを名乗っても良さそうな雰囲気を感じるんですが、皆様いかがでしょうか。めっちゃ強そうですね、ツボツボ。ってことでね、スキルの期待値なんかは一旦ね、パーモットと近しいくらいで、元気の回復量に関してはパーモット超えの可能性も見えました。他の能力もふんわり見ておきたいなと思います。ってことで、木の実や食材の能力はこんな感じになっているみたいです。もう木の実の能力に関してはぶっちぎりの最下位になっていますね。非常に潔いです。アンバーでようやく、若干サーナイトやパーモットに勝てるくらいの木の実能力となっていて、食材の能力は今回見ているのは AAA になるんですが、エナジー的にはサーナイトより高そうで、ニンフィアやプクリンよりも若干高いので、思ってたよりは低くなさそうですね。第2食材、第3食材と第2食材がコーヒーだともうちょっと強くもなりますしね。
この食材の能力に関してはサーナイトが食材を削りまくっているという感じでしょうかね。パーモットはむしろ食材が強いっていうのが特徴的なヒーラーですよね。で、最大所持数に関してはこんな感じになってます。一応レベル 60AAA だとサーナイトやパーモットよりも早く所持数が埋まってしまうということになってます。ここはやっぱりお休みリボンで補填してあげたい要素になりそうですかね。ニンフィアよりは若干埋まりが遅いみたいなんですけど、ニンフィアはカカオだと個数が少なめになりますし、所持数絡みに関してはヒーラー界最弱に近いかもしれませんね。ってことで、能力総括すると、木の実はぶっちぎり最弱、食材はそれなり、スキルはサーナイトやパーモットと渡り合えて、所持数はちょっと心もとないっていう感じの能力になってるみたいです。ツボツボ。ってことで、狙いたいサブスキルとしてはやはりスキル確率アップ系だったり、お手伝いスピードプラス所持数みたいな感じになるでしょうかね。もちろんね、お手伝いボーナスとか睡眠に EXP ボーナスとかもかなり嬉しいですし、相性も良さそうなんですが、木の実の数 S に関しては相当外れ寄りなんじゃないかなと思います。このあたり何かしらの参考になれば幸いです。普通のスキルのポケモンという感じですかね。ひとまずフレンドレベル10になるまでの最初の8匹が勝負といったところでしょうか。といったツボツボでした。いやー、能力の簡単な比較もしてみたんですけれども、改めていかがでしたでしょうか。いや、これさすがに強くないですか？ガチ課金税さんとかの評価はどうなってるでしょうかね。無課金パル的にもここまでですでにだいぶ高評価です。これでね、木の実ジュース獲得率が3分の1くらいあればもう文句ないなといったところで、6分の1だとどうだろう。1日1個スキル確率アップ M があってもゲットしないよなぐらいの感じ。ミミッキュの化けの皮とかを使われている方はなんとなく雰囲気わかるんじゃないかなと思うんですけど、6分の1だとでもそれでも強くはあるかみたいな感じで、本当にね、ゲットしづらい、厳選しづらいということを除けば、仮に木の実ジュース獲得率が6分の1だったとしても文句なく一番狙いたいヒーラーではあるかなと思うので、ちょっと今年はツボツボと向き合っていくかもしれませんね。いや、本当に絶妙な能力だなと思います。これまでね、ヒーラーがいる人であれば、いなくても困ることは決してないけど、めちゃくちゃ欲しいっていうね、本当に素晴らしい能力のデザインだなぁと思います。運営さんには脱帽ですね。ってことで、ぜひ皆さんのツボツボの評価だったり感想もお待ちしております。またね、木の実ジュースの獲得率がなんとなくでも見えてきたら動画新たに作っていきたいなと思います。まずはね、皆さんの元に色違いのツボツボが出てくることを祈っております。そんなツボツボのステータス解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。ぜひともね、徳を高めるのにもご利用ください。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。それでは連発スキルウィークボリューム3楽しんでまいりましょう。まずはね、ニュームーンデーの2日間が訪れますので、最初の力の入れどころとなりそうですよね。本当に皆さんに素敵な出会いがあることを祈っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。